皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今日は初めての海外編をお送りします。舞台は世界一の美食の街と呼ばれるスペインのサンセバスチャンです。人口わずか18万人の小さな町にミシュランの星付きレストランが十数軒、そして数百軒ものバルがひしめく、まさに美食の密度が世界一の場所です。この動画を最後まで見てもらえれば、サンセバスチャンで絶対に外せない名店が全てわかります。ピンチョスから三つ星レストランまで、ここでしか味わえない体験を知れて、次の旅行で失敗しない食べ歩きマップとしてそのまま使えると思います。さらに今回は初の海外編ということで、サンセバスチャンでおすすめの観光地も紹介します。食文化だけではなく、その国の芸術や文化などにも触れられることができるのも海外旅行の醍醐味ですよね。なのでこの動画が視聴者の皆さんがサンセバスチャンへ旅行に行く際のガイドブックになると嬉しいです。しかしうんちくばかり言っても具体的にどんなお店があってどれくらい美味しかったのか伝えないとよくわからないと思います。なので今回も実際に行ってきた全スポットを食レポとともに紹介していきます。最初の目的地はサンセバスチャンで最も象徴的なバルの一つ、バルスポルト。王道中の王道のお店で、サンセバスチャンのバルでどこに行けばいいか迷ったら絶対に外さないお店です。サンセバスチャンのバルで一番人気と言っても過言ではありません。なんと日本語のメニューもあるので安心して注文できますね。店内には色鮮やかな魚介のピンチョスや生ハムのピンチョスなど、このピンチョス一口でこの街の魅力を理解できるようなラインナップになっていて、地元の人々の活気ある会話とこのお店の雰囲気に包まれた瞬間からもうこの店の虜になっちゃうと思います。ピンチョスはスペインの串という言葉に由来する串や楊枝で刺した一口サイズの料理のことで、バスク地方が発祥と言われている歴史深い料理です。新鮮な魚介類から香ばしい生ハムまで様々な色とりどりの創作料理が味わえます。バスクの魚介類の豊かな味を堪能するにしても、食欲をそそるタパスを楽しむにしても、一口一口が地元の食材と料理の技術が詰め込まれています。中でも必ず試してほしいのが地元ワインのチャコリ。ボトルを高く掲げて注ぐ独特のスタイルで、見た目の迫力とともに味わいが際立ちます。実際に飲んでみると酸味が爽やかで軽やか、延々と飲み続けられる危険なワインでした。本当に軽やかなので飲みすぎ注意です。バルスポルトはサンセバスチャンの入り口、最初に訪れて正解を体感できる安心感のあるバルですね。次に向かったのはカサウローラ。創業は1956年で70年近くもの間、地元の人々と観光客を魅了し続け、今ではミシュランガイドにも載る超老舗のバルです。革新を受け入れながらバスクの料理伝統をしっかりと守ることに取り組んでいる尊いお店です。メニューはバスク料理の新旧のバランスが絶妙で、この地域の豊かな味わいを紹介する多様なピンチョスと料理を提供しています。そしてカサウローラの名物、ホタテと海苔のクリームスープは絶対に忘れてはいけません。海鮮の旨味が染み出しており、悶絶級の味わいで日本では味わえないような濃厚なスープを味わえます。地元のワインを楽しむにしても、名物料理を堪能するにしても、全ての料理が悶絶級で、最高の食事体験がカサウローラで楽しめること間違いないです。スペインに寄った際はぜひ行ってみてください。次に向かったのはラビーニャ。ここのチーズケーキは間違いなく人生一でした。サンセバスチャンを訪れる日本人が必ずと言っていいほど立ち寄るバルの一軒がこちらのラビーニャでしょう。なぜなら数年前に大流行したバスクチーズケーキの元祖がこちらなのです。しかしラビーニャは単なるチーズケーキ屋さんではなく、バルの中でバスクチーズケーキを販売しています。店内に足を踏み入れた瞬間、焼きたてのお菓子の香りと居心地の良い雰囲気が嗅覚を刺激してくれます。そんなラビーニャのおすすめはやはりバスクチーズケーキ。まるで半生のプリンのような食感なのに濃密でドロッとした濃厚さもあり、悶絶級のチーズケーキです。そんなラビーニャのチーズケーキを日本で食べられるお店があります。白金高輪にあるガスタというお店でラビーニャでレシピを教えてもらい販売しているそうです。気になる方は行ってみてください。話がそれましたが、ラビーニャはチーズケーキだけではなく種類豊富なピンチョスもあり、ここだけでもバスク料理を味わい尽くせるような最高のお店です。ただラビーニャに入るための行列はかなり長くなることがありますが、待つ価値は絶対にあります。続いて向かったのはラセパ・デ・ベルナルド。こちらは生ハムが名物のバルです。活気あふれる雰囲気と美味しい地元料理で知られるこの店は、本格的なバスクの味を体験したい方にとって必見です。他にも口の中でとろける完璧に焼かれたバスクステーキのチュレトンから、風味豊かなガンバスアラプランチャまで、どの料理も最も新鮮な地元の食材とバスク地方の確かな料理技術がそこにはあります。ラセパ・デ・ベルナルドのシェフたちは、作る全ての料理に情熱と知識技術が凄まじく、ピンチョスを楽しむにしてもメインコースを味わうにしても最高の料理を楽しむことができます。スペインで本物のハモンセラーノを楽しみたいっていう人はぜひ
こちらのお店に足を運んでみてください。生ハム好きで僕みたいな酒飲みにはぴったりのバルです。ここからは立ち飲めるバルではなく、ゆっくりと座って食事を楽しめるレストランを紹介します。次に向かったのはボデゴン・アレハンドロ。こちらは伝統的なバスク料理を現代風に再構築した料理が食べられるお店です。今回訪れたボデゴン・アレハンドロは温かく魅力的な雰囲気の中で創造性に富んだ美味しい料理を提供し、星付きレストランよりもずっと手頃な価格で最高級の料理とワインが楽しめる真の隠れ家的名店です。ロメスコソースを使ったジューシーなグリルタコ、口の中でとろけるイベリコ豚の頬肉、どの料理も悶絶級の味わいで忘れられない食事体験で大満足でした。その中でもおすすめはイワシのフライ。サクッとした食感と魚が新鮮だからか臭みもなく永遠に食べられるかのようなフライでした。伝統的なバスク料理は少し食べ飽きたとか少し珍しいバスク料理を味わいたいという人はぜひこちらへ行ってみてください。そして今回の旅で最も楽しみにしていたのがアスルメンディ。ビルバオ近郊の丘の上に立つこのレストランは2013年にミシュラン3つ星を獲得し、世界のベストレストラン古10では常連として名を連ねています。しかしそれだけではありません。このレストランは2017年にエリートトラベラー誌で世界最優秀レストランに選ばれ、持続可能レストラン賞を2度も受賞している、まさに現代のレストラン界の象徴的存在です。シェフのエネコアチャはわずか28歳でこのレストランを開業し、35歳という若さで3つ星を獲得しました。彼の哲学は料理を通じてより持続可能で健康的、そして公正な社会を実現するというものです。これは単なるスローガンではなく、建物の設計から料理に至るまで全てに体現されています。アスルメンディが他のレストランと決定的に違うのは、シェフのエネコアチャがレストラン体験そのものを根本から再定義したこと。一般的なレストランでは席についてメニューを見るところから始まりますが、アスルメンディでは建物に足を踏み入れた瞬間から体験がスタートします。まず迎えられるのは本物の大きな木が床を突き抜けて生えているアトリウム。ここでウェルカムピクニックが始まります。ピクニックバスケットに入った最初の料理たちを地元のチャコリというスパークリングワインとともに楽しみます。この時点でもう普通のレストランではないことがわかるでしょう。最も新鮮な地元食材から革新的な料理技術まで、メニューの全ての要素はまさに完璧です。アスルメンディのメニューはバスク地方の魂を反映する料理そのもので、エネコアチャの料理はバスクの伝統と最先端の技術を見事に融合させています。アスルメンディは単なるレストランではなく、エネコアチャが創造した料理を通じた総合芸術作品のようなお店です。味覚だけでなく視覚、嗅覚、触覚、さらには知識と感情に訴えかける五感を超えた体験を提供しています。現在の価格設定は決して安くありませんが、他の同レベルのレストランと比較すればコスパは最強だと思います。価格云々よりこの体験は他では絶対に味わうことができないでしょう。間違いなくあなたの食事体験に対する概念を根本から変える、忘れられない一日となることを間違いありません。そのアスルメンディの味を東京でも味わうことができます。それが西麻布にあるエネコ東京で、なんとアスルメンディの姉妹店なのです。スペインに行けないけど味わってみたいという人はぜひ行ってみてください。次に訪れたのは地元で評判のファニート・コジュア。ファニート・コジュアはサンセバスチャン旧市街の中心部にある1947年創業の老舗レストランで、ミシュランガイド推奨店として伝統的なバスク料理と新鮮なシーフードで地元民と観光客に愛され続けているお店です。もともと漁師の食事クラブの集会場として始まり、シェフたちが常に最高の漁獲を手に入れることができるため、長年にわたって存続してきた伝統的なバスクシーフード料理の目的地として発展してきたそうです。この長い歴史を持つお店はすぐ近くのラコンチャビーチから調達された最高級のブルーオマールがスペシャリテ。ブルーオマールとはフランスで採れるエビで青みがかった色が特徴で、最高級で青い宝石とも呼ばれています。伝統的なバスクの人気料理から革新的な創作まで、全てにおいて最高に味覚を刺激してくれます。雰囲気というよりも料理を目的として訪れる場所であり、シェフたちが常に最高の漁獲を手に入れることができるため、長年にわたって存続してきた老舗レストランです。サンセバスチャンで伝統的なバスク料理を体験したい方、特に新鮮なシーフードを堪能したい方には間違いなくお勧めできる一軒です。観光地価格ではありながらも、その歴史と品質を考えれば十分に価値のある食事体験です。次に向かったのはガンダリアス。サンセバスチャンのバルで一番有名なところはどこと聞くと、ほとんどの人がガンダリアスと答えるのではないでしょうか。こちらのお店ではウニのムースが名物みたいなので、ウニのムースを食べてみました。濃厚なウニではありましたが、正直豊洲で最高峰のウニを食べられるので、日本人の私たちにはあまりおすすめできないかもしれません。日本の海鮮の素材の良さ、新鮮さにはかなわないかもしれませんね。先ほどのガンダリアスから歩いて3分ほどにあるのか、パコブエノ。こちらは1950年創業で75年以上続いている超老舗のバルです。お店の由来は有名な元ボクサーで、ラグビー選手の息子であるオーナーの名前にちなんで名付けられ、
この伝統的なバーの壁にはスポーツの記念品が飾られています。こちらのお店のおすすめはフリット、ガバルディーナエビ、要するにエビのフリットが特に有名みたいです。ガバルディーナエビとカラマレスを一緒に食べてみましたが、揚げたてではないのか熱々ではなかったですね。ただイカのふわっとした食感やエビのカリッとした香ばしさを楽しめ、お酒にはぴったりですね。どうしても揚げたてというわけにはいかないので、めちゃくちゃおすすめというわけではありませんが、サンセバスチャンで揚げ物が食べたくなったらぜひこちらに足を運んでみてください。最後にイチャーペーニャにも行ってみました。店内は地元の人が多くて、料理としてはバスク料理の中では珍しく、天ぷらのような揚げ物や甘いタレで爪を意識しているようなホタテのピンチョスなど、和風を意識しているのかなというような印象です。ただこちらも揚げたてが食べられるわけではなく、珍しいバスク料理があるものの、味付けが和食に近く、日本で本物の天ぷらが食べられるので、絶対的に行くべきとは言えません。サンセバスチャンで和風の味付けを食べてみたい人や、バスク料理にアレンジされた天ぷらを食べてみたい方は、ぜひこちらに行ってみてはいかがでしょうか。最後に初の海外編ということもあるので、おすすめの観光地にも足を運んでみましたので、簡単に紹介したいなと思います。視聴者の皆さんがサンセバスチャンを訪れる際にきっと参考になると思います。食べ歩きの合間にはサンセバスチャンが誇る美しいラコンチャ海岸にも足を向けました。目の前に広がる湾の穏やかな自然のカーブが美しく、街と緑豊かな景色は息を飲むような光景です。遊歩道にはカフェ、レストラン、ショップが立ち並び、食事やショッピングも楽しめるようになっています。まさに時間がゆっくりと過ぎていくような場所で、ずっとここにいたくなるような緩やかな時間を楽しめます。食事の合間にサンセバスチャンの象徴的なアート作品も訪れました。サンセバスチャンの美しい街にあるペイネ・デル・ビエント、日本語で風の櫛は、ラコンチャ湾の岩の多い海岸に堂々と立っています。有名なバスクの彫刻家エドアルド・チジーダによって作られたこの象徴的なランドマークはサンセバスチャンの荒々さと美しさのシンボルとなっています。岩に固定されているかのように見える3つの巨大な鋼鉄構造物が風と波と踊るように動き、魅惑的な光景を作り出しています。こういったアート作品に触れられるのも海外旅行の醍醐味ですよね。次はサンセバスチャンの心臓部である旧市街、魅力的な旧市街、または地元の人々が愛情を込めて呼ぶパルテビエハは、あらゆる場所で何世紀もの前の物語が語り継がれているような街です。色とりどりの建物で飾られた迷路のような場所で、この魅力的な街をゆったりと散策するだけで最高の迷子体験が可能です。新鮮な農産物の香り、地元の果物の鮮やかな色、商人たちの賑やかな声が飛び交うラブレッチャ石坊があります。ビスケー湾の全景と絵のように美しいラコンチャビーチの景色を楽しむ時間を海の美しさとともに堪能してみてください。文化的な体験も忘れずにサンテルモ美術館にも足を運びました。サンテルモ美術館は単なる美術館ではありません。バスクの歴史と芸術の豊かなタペストリーを保存する文化の聖域になっていて、ここの展示は何世紀にもわたる物語を織りなし、バスクの文化、芸術、伝統の進化を垣間見ることができます。美術館の宝物の一つは、その広範囲にわたる考古学コレクションで、バスクの人々の古代のルーツを垣間見ることができます。戦史時代の工芸品からローマの影響まで、どの作品もこの地域の魅力的な過去の物語をたどることができます。しかし、サンテルモは過去だけに縛られていません。様々な一時的な展示を開催しており、現代アーティストの作品も紹介しています。文化的な宝物を超えて、サンテルモ美術館はもはやそれ自体が芸術作品です。建築は歴史と現代を継ぎ目なく統合し、全体的な体験を向上させる環境を作り出しており、テラスに足を踏み入れると、サンセバスチャンの絵のような絶景を楽しむことができます。以上が今回のサンセバスチャン編でした。世界最高峰のピンチョス文化と星付きレストランが集まる美食の聖地でありながら、バスク独自の伝統と現代アートが行き着く文化都市でもあります。ラコンチャ湾の美しい弧を描く砂浜、緑豊かな山々に囲まれた絶景の中で、地元の人々の温かいもてなしとともに、五感すべてで楽しめる特別な体験が待っています。一度訪れれば、なぜこの街が美食の都と呼ばれ、世界中の旅人を魅了し続けるのかがきっとわかると思います。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた人は、チャンネル登録もお願いします。それではまた。